こんにちは。アニメ紳士です。今回は魔法少女に憧れて第11話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。動画の前半では放送中や放送直後の反応、後半では放送後の感想や考察をお届けします。ぜひ最後までお楽しみください。やっぱ魔法少女ものにはスパンキングだよね。令和の時代にマジカル、スパンキング。おばさんがスパンキングされてる。ピカサの喘ぎ声はノーカット。そういえばピカサの声は無音にならないんだな。おばさんの体でお尻ペンペンされてる方がエロい。脳内で幼女か。やる気出すために脳内変換とか。仲間もドン引きである。なんだろう、興奮するようなしないような。アリスちゃんのおねむが丘はよ。尊厳を売りまくってる。声優に何のプレイやらせてんだこのアニメは。ピカサ、やりきった顔してスタジオ去ってそう。お尻は出し入れするところだからデリケートなんだぞ。今日のヒカサさんの演技の振り幅すごいな。やはり黒幕級で踊ってたのはエノルメだけ。クエン酸が真っ黒すぎる。汚い暖房。おっかねえ宮藤だぜ。やっぱりラスボスはこいつじゃねえか。キューベイでもあんな表情したことないのに。これでナリータがラスボスなのか。血がホゲみたいになってますよ。ウテナちゃんとキウイちゃんマジ強かったな。総帥になった。総帥来た。出世した。やったね、組織のトップだよ。アークの幹部からボスに昇格か。総帥になるなら演説の練習しないと。女幹部どころじゃねえ。総帥にされても困る。上位組織かと思ったら雑魚だったし。でもまあウテナちゃんに勝てるやついないし順当やん。キウイもベーゼもめっちゃ強いな。これはアークの組織の幹部だわ。しかしアレロードがロリになったんじゃなくてベーゼの脳内変換なのはワロタ。まさに思いの力で強くなる。悪の幹部から悪の総帥に昇格マジやベーゼ。ピカサはギャラ節力のために切られたのか。ピカサはソイレントグリーンに。来週はホテル会だね。津田きの伸びやかでエッチな歌声ができててゴゾーロップに染み渡る。アズールも悶絶しないの。ド M は変わってない。いかにも黒幕っぽくやってるけど、話したためるのか作者は。原作最新話時点で未だに何がしたいのかわからんままだぞ。原作何巻出てんの。11巻。来週は温泉で野球だな。ほんと尊い。クロイツさんがいかに悪の幹部への道が難しいのがわかる。たまにはヒカサが救われるアニメを。たくさんあるだろう。ヒカサできるアニメもありではないだろうか。思いのほかロードさんちょろかったな。お仕置きのためなら覚醒できるベーゼちゃん。さすがだった。ヒカサ少女声いけるな。これなら2期以降も大丈夫だわ。ヒカサはこのためにやったのだ。フィルターかけられること自体やばいが、フィルターかけた結果、幼女になるのはもっとやばいんよ。中年のおばさんじゃ、落とすテンションが上がらなかったんだな。視界を脳内変換で、おばさんからロリに変えるとはマジやべえぜ。やれるじゃんアズール。アズールって雑魚戦でもともと強いと思うんだ。問題はエッチな攻撃してくる相手に抵抗できなくなることだから、強くなったどうかは判断不牛ね。アズールに何があったのかは次回。次回の見込み。アズールの背中格好よかった。ベナリータもやっと邪悪なマスコットらしい一面を見せたか。ヒカサさんやっぱうまいわ。声のトーンだけ変えてセリフの強さとか。発声自体は全く一緒で、妄想上の年齢が若くなったを表現してるのがすごく感心した。こりゃヒカサさん引っ張ってくるだろうなと。17歳さんの悲鳴泣きも素晴らしかったし、もちろん泉さんも古賀さんも良かった。芝居が良いとシーンに没頭できるから良いね。いやー、ヒカサの演技はさすがやな。アレリア隊で大人と子供演じてるんやろか。キウイちゃんホテルのためならブレないな。でも吐血してなんじゃこりゃーに。真っ白に燃え尽きてたり、妙に古典的だったわ。これだけホテル連呼して、ホテルするのはなんやな。今回はお急ぎ進行で原作1話分圧縮できたから、次週と次々週が切りの良い配分になった。
ちょうど収まらないホテル界は多分 OVA 駅だな。福江さんの演技が良かったね。怖い怖い。ベーゼがロングヘア顔面星だらけの本当の姿を表したね。性欲のままに戦っていたら総帥になっていたでござるの巻。マジで何なんだ。こいつ総帥にすると世界にはちょっといたずらするくらいだけど、魔法少女はひどい目に遭う展開が増えることに。エノルミーだって総帥不在なのかと思ってたら、あなたがなってしまわれるのですか主人公。1話に詰め込んできた感じがすると思ったら、ベーゼの本音が面白い。フィルターを通して癒しを、フィルターを外して見える世界の差が良かった。退屈はさせないですね。今まで総帥いなかったの。意外と小さな世界の組織だった。いや、新興の組織。最初からロードを当てる間にしてベーゼを育てて総帥に据える計画だったのかな。強力なロードエノルメ&シスター相手にウテナちゃんもキウイちゃんもよく頑張った。ホテルデートのご褒美が待ってるよ。エノルメが速攻で処分されるあたり、悪の組織の闇を感じます。一方トレスマジアの方もアズールちゃんが修行の成果を出してきましたね。ロードの額の星が徐々に減っていくのが細かくてよかった。ロードが弱体化して星が減る一方なのに対して、マジアベーゼは覚醒して星が何十にも増えたり減ったりする不思議。この星という強さの仕組みは奥が深そうで面白みがあるな。複数の戦いが並行する様がアニメで表現されてよかった。声も音響萌えも全員よかった。狂った世界のお芝居がここまで高く積み上がったのだ。よかった。すべては脳内変換が解決する。今一つ盛り上がらない相手でも想像力でカバーするベーゼは誰も止められない。巻き込まれたくないからね。キーイも念願叶いそうだし、覚醒したアズールラトレスマジアとはどうなるのか、ウテナの選択に期待。途中で変化したロード様、真の姿じゃなくてベーゼの脳内イメージなの笑いが止まらない。勝利&昇格おめでとう。そんな中ベナさんが不意に見せたますますの謎と闇も気になって仕方ない。そしてレオパルトと古賀葵さんが今までより一層大好きになった。ウテナとホテルに行きたい一心で覚醒したキウイとギガンとの迫力のバトルから、ウテナのヤバさがこれでもかと現れたロードとのバトルと見応え抜群でした。それにしても以前の戦いでベーゼの顔に現れた星の数は描き間違いではなかったのね。畜生、おねむだ。みんな大好きでしょ。脳内幼女フィルターで勝利とかとんでもすぎる。悪の組織っぷりも垣間見えたけど、そんなのよりみんなでホテル行ってほしい。どう終わろうとトゲトゲサディスティックで全て許せるよ。ホーミー。ロードエノルメ完全敗北。笑い。ロードのキャラを自分好みに脳内変換するとか飛んだ上級者だ。ロコとルベもドン引きしてて笑った。笑い。ロードいいキャラだったけど役に立たないものは不要ってことか。あのマスコット容赦ない。ウテナ幹部総帥とか大出世すぎる。笑い。おう、ついにアズールがパワーアップした。二度とアズールはもうダメだとは言わせないぜ。って出番これだけか。今回はストーリー的な山場として面白かった上、シスター&エノルメの泣き顔とベーゼちゃんの良い笑顔が最高でございました。そうかい。ロード倒せましたね。さすがのですわマジアベーゼ。てか、こいつはもともと魔法少女に憧れる少女だからこそ、大人なよりも子供の方がやりやすいし、健全にできるのだよ。あとアズール進化したけど、その姿でやられてほしいです。何言ってんの。脳内からの脳内ロリ変換というね。そのベーゼのやる気上げには爆笑したわ。で本編、お仕置きと言ったらお尻ペンペン。その王道さよ笑い。取りまかったってことでレナの計画が不穏だが、今はキウイとのホテルデートが楽しみ。変態たちの覚醒。レオパルト全裸でおっぱいブルンブルンさせて血ヘド吐きながら戦ってるのエロかっこいい。シスターは普通に一致。最後の見る限りあれも嘘泣きなのかな。マジアベージェは星6、無頂覚醒。ロードをロリに見立ててお尻てんてん。とても満足そうな良い笑顔でした。バトルシーンマジで良すぎる。レオパルト真っ白に燃え尽きるも無事勝利。ホテルが待ってるぞ。
ロードとの直接決戦では、お仕置きという名のおしりてんてん。ロコとルベルドン引きしてる顔がおもろい。アズールの覚醒も気になるところ。レオパルトは明らかに実力隠してたようだが、ベーゼは明らかになんか覚醒して、雰囲気も変わったようにも見えたが、思ったよりロード大したことなかっただけなのかね。よくわからん。てか、みんなベナリータの手のひらの上でコロコロされてただけなのか。ロード線、もっと引っ張るのかと思ったら、劇版がお仕置きモードに入って、決着が見えたな、笑い。性癖の対象は、あくまで少女でなければならないってことで、己に正直になるにつれて強くなっていくマジアベーゼ。アズールとの再戦も楽しみだ。全色混ぜることで生まれる黒っぽい色。今回素質について色のオーラで解釈されたが、それらを混ぜた先、すなわちどす黒い色をまとった覚醒したマジアベーゼが幹部を全て占める統帥に任命される流れが理にかなってて好きです。控えめに言って面白すぎるでしょう。気分が乗る姿に想像してお仕置きとか斬新すぎる。レオ&ベーゼ&アズールの覚醒もかっこよかったし、ベーゼの星の数、潜在能力が底知れないわね。もう無敵なんじゃ。ベナの目的は思った以上に深いのかも。個人的に何よりも良かったのが、内部分裂という展開で魔法少女に憧れたアテナとその仲間が、理由がどうであれ無自覚にその立場になったことと、魔法少女がしっかりらしく活躍してくれたこと、誰もがメインを張れるくらい、皆を活躍させてきた今までが生きてるよね。死闘と窮地を救う魔法少女、シュニアセ握る展開にたぎる1話、ホテル、寝落ち、ベーゼのお仕置きプレイ、はて、何のことかな。熱い戦いに本作らしいヤバさ盛り込む鮮やかさも、すべては奴の思惑という引きまで、頭のおかしいノリなのに面白くて感服。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。